どうも皆さんこんにちは、あきらです。ルミックスを買ったらね、もっと使いこなすためのね、おすすめ設定をね、今回はね、徹底的にご紹介してきたらなというふうに思っております。ということでですね、今日は何の日ですか？はい、ルミックス S1M2 のね、発売日となっております。このね、ルミックスの S1M2 と、そしてこの 24mm、60mm のね、レンズですよ。ちょっとね、この動画を撮ってる時はお借りしてますが、僕実際にね、もうこのレンズを買いましたし、多分同じ日にね、皆さんも届いてると思うんですけれども、今回のこの S1-2 のね、シリーズたちの登場によってもルミックスカメラのねラインナップがかなり整ってきたかなと思います。でそんな中で僕はねルミックスの S9 であったりとか、この S5-2X であったりとか、あっちにもね GH7 があったりするんですけど、ルミックスカメラをねもっともっと使いこなしていくためにね、僕がこう6年間ぐらいで学んできたこととか、この設定絶対やっといた方がいいよっていうのがね結構あったりするので、意外とルミックスのねカメラってこんないい機能あったんだっていうのがたくさんあるのに知らずにね使ってる方めっちゃ多いんですよね。なので、今回の動画マジで必見なので、ぜひですね困った時とか新しく買い替えた時にも見れるようにいいねとかでね保存しておいていただければなというふうに思っております。それではね早速ねやっていきたいなというふうに思います。まずはですね撮影モードについてね軽くおさらいしていきましょう。ちょっとねこの S1-2 シリーズで仕様が結構変わっちゃったんですけど、今までのね S5-2 シリーズたちを見てみるとこんな感じで、基本的にねモードの変更をここで行って、この動画の M と書いてるのがクリエイティブ動画モードになるので、動画撮影をする場合はこっちで、他は写真とか撮るときはこっちでね撮影してもらえたらいいかなと思います。で S1-2 シリーズはねここにね、はい、写真、動画、スランドクイック、スローモーションですねっていうのを割り当てることができるようになってるので、これ非常に使いやすいですね。P はプログラムオートになるので F 値とシャッタースピードが自動になります。はい、なのでほとんど自動ですよね。で A モード、これは絞りをね自分で決める、要は F 値を自分で決めてシャッタースピードをカメラに任せるといった内容で、 S、 これは逆にシャッタースピードを自分で決めて F 値をカメラに任せる。でマニュアル M ですね、これはもうシャッターも ISO もホワイトバランスももう全部 F 値も含めて全部これを手動でやるといった形ですね。で逆にこの IA とあるんですが、これはシーンをね自動で判別して完全にねお任せで撮れるので、もうマジでわからへんという方はこの IA がいいと思います。でその他にもこの C と書いてるところに、カスタムモードとして自分のね、この動画だったらこのメニューがいいなとかを、割り当てることもできたりします。で他にも S&Q ですね、スロー&クイック、これはスローモーションでね、撮影する時とかにもうプレビュー時からスローになったりするので、よりねそういったことをやりたい方とか、あるいはクイックでねタイムラプスとかねそういったことをやる方は、このスロー&クイックをね使うといいかなと思います。僕自身は動画はマニュアル、写真は A モードで撮ることが多いです。もう写真はね完全にもう自分で F 値だけを決めて、あとはねもうこのシャッタースピードをカメラ任せにすることで、サクサクね撮っていくというようなことを僕はね心がけてやっています。はい、で続いてドライブモードになるんですが、ここですね、左肩についています。で S9 の場合に限ってはここのね十字ダイヤルの下を押せばこんな感じでドライブモードに入れますと。で単写、これは1枚の撮影で連写とか、あとハイレゾとかね、あとはインターバルとか、あとセルフタイマーもあって、ここを詳細設定で2秒とかにねしていったりすることができるので、なので集合写真とか撮るときはこのドライブモードで設定して撮影をしてあげると、こんな感じでセルフタイマーが作動して撮ることができるといった形になりますので、この辺のねこうドライブモードもぜひね覚えておいてください。それではねここからね僕のおすすめのね設定をね皆さんにご紹介していこうと思います。まずはですね大きくねメニュー画面のね構成についてちょっと簡単にここもおさらいしておきます。まずカテゴリーはね一番大きく左側にあります。なのでこれが動画モードに切り替えると、この中のカテゴリーが動画になるし、写真だったら写真のねものに切り替わりますと。でさらにこの右に入っていくことで細かなね設定ができるといったところなんですが、ルミックスのねカメラめちゃめちゃいいんですけれども、このね1個気になったことに対してディスプレイボタンを押すとこのね全部説明されるんですよ。これ知ってました？皆さんもうこれディスプレイボタンを押してあげればこれ全部ね教えてくれます。これめちゃめちゃいいですよね。超親切なんですよね。なのでこうやってほら、こうやってね全部をこのディスプレイメニューを押してあげれば聞けるんですよ。だから万が一ね分からなくてもこのディスプレイメニューを押せばね全部内容分かりますので、もう絶対これ使ってください。こんな親切なメカないよマジで。ではね早速ねおすすめの設定いきたいんですけど、まずはフォトスタイルの活用ですね。これをね押さえていきましょう。そもそもフォトスタイルっていうのはこんな感じで、これちょっと分かりにくいんですけど、ルミックスのカメラでいろんなカラーモードがあるので、これをね変更できるといったものになります。でこれは、ここのメニューからフォトスタイルで変えていくのもいいですし、この Q ボタンからこう入って、でここをダイヤルを回
回していっても、変更ねすることができるようになっております。僕が好きなのはシネライク D2 とかですね。はい、これの、結構コントラストとかがすごく好きですね。で、写真撮影で2つ楽しみ方があって、それが、リアルタイムラットとマイフォトスタイルです。ちょっと1個ずつ見ていきたいんですけど、このリアルタイムラットですね。これはね、何かというと、ラットっていうものをこう当ててプレビューをさせながら撮影をね、することができるようになります。これはね、フォトスタイル設定の下のラットライブラリというところから、こういう風にね、ラットを入れていくことができるようになってるんですけれども、例えば Lumix のね、カラーラボとか、アプリとかもあったりするんですけど、そういうところが無料ダウンロードしてきて、好きなラットっていう、要はフィルターのようなものを取り込んで、好きな色でね、変更して、撮影をね、することができます。これ動画も写真も両方撮ることができるんですけど、めちゃめちゃ便利です。無料でもね、たくさんダウンロードできるし、僕がね、最近作った Lumix のカラーパレットっていうね、ものがあって、ここでね、リアルタイムラット用のラットをね、2つダウンロードね、することができるようになります。これを使うと、実際にね、比べると、普段のね、スタンダードで撮るよりもめちゃくちゃおしゃれでね、フィルムっぽいようなものと、あとオーガニックカラーっていうね、なるべくデフォルトに近いんだけれども、Lumix の発色をよく活かして、僕なりにね、美しいね、美的なカラーでね、撮るというような思想で作った、そのオーガニックカラーとパナフィルム400っていうものを楽しむことができます。で、さらにね、このフォトスタイルのリアルタイムラットはもちろんいいんですけど、このマイフォトスタイルですね、こっちもかなりおすすめです。これどういうことかというと、より細かくね、自分好みにすることができます。もともとね、リアルタイムラットっていうのはパナソニックの Vlog と呼ばれるログでの写真とか動画にこう当てはめるようになるんですけど、これだとスタンダードとかシネライクとか他のものにもね、当てることができます。なので自分が好きなカラーとかに当てはめて、で、さらにここにね、ラットを2個当てることができるので、ここからラット選択で自分のね、好きな自分が作ったようなラットを入れますと。で、さらにその濃度をね、変えることもできるし、さらにもう1個ラットをね、選択から、好きなね、ラットとかをちょっと入れてあげると。これいいですよね。なのでリアルタイムラットはもちろんだけど、マイフォトスタイルで活用していくと、よりね、いいものができるんじゃないかなと思います。はい、ではね、そのまま写真の画質設定をね、見ていきましょう。ぜひですね、せっかくなので高画質に記録をしていただきたいんですね。で、まずこの写真画質の中、これ皆さんどれにしているでしょうか？僕はですね、ロープラスファインにしています。これもね、ディスプレイ見れば出てくるんですけれども、このファインとスタンダード、この2つが JPEG になって、他がローも一緒に撮るし、JPEG も一緒に撮るといった形ですね。で、ファインの方が画質は厳密的には綺麗です。で、スタンダードの方が画質の劣化というか圧縮効率を良くして、何枚もたくさん撮るっていう方にはスタンダードの方がね、向いてたりします。僕はローとファインで、ローっていうね、もう本当生のデータ、もう編集も自由にできるよっていう、もう一番情報量の多いデータと、あとはファインの両方を取っています。なので、例えばリアルタイムラットとかフォトスタイルでいろいろやったそのカラーデータっていうのをファインで、焼き付けてあげて、で、ローで一応ね、自分好みにも後から編集できるようにもしてると。この両方を僕はね、取るようにしています。これがね、一番おすすめかな。ただその分ね、こうファイルサイズ大きくなっちゃったりはするので、めちゃめちゃね、こうそこら辺は相談にはなってくるんですけれども、でもね、こう後処理できるっていうところの強みがね、あるので、僕はね、このロープラスファインで撮影しています。で、僕がね、さっき紹介したカラーパレット、Lumix のカラーパレットの中には、5つのね、ライトルームプレセットが入っています。で、この5つのライトルームプレセット自体も Lumix カラープロファイルを専用にね、もう当てるようにしてるので、これをね、使うともう勝手にね、Lumix のカラープロファイルに変わります。はい、なので、もう本当に最適化しているし、もうこの5つのパターンのね、色もかなりね、いい感じに仕上がっているので、ちょっとこれぜひね、本当にこちらもね、使っていただきたいなというふうに思っております。でですね、よりね、もっともっと高画質にね、撮る方法が一つあります。それがね、ハイレゾモード設定なんですよ。これをね、使うと、めちゃめちゃ綺麗なね、写真をね、撮ることができます。例えばですね、これ Lumix S1R2 なんで、もともとね、高解像なモデルなんですよ。これ4000万画素ぐらいあるんですけど、例えばね、じゃあこの Lumix S9 とかですよね。この画素数っていうのは、S5-2 とか、1-2とかも同じじゃないですか。で、これでですね、このハイレゾモード設定をオンにしてあげて、写真画像サイズを決めれますと。で、これでね、9600万画素の写真か、4800万画素の写真かを選ぶことができます。せっかくなんたらね、9600万でしてみてほしいんですけど、これでね、撮ると、めちゃめちゃ綺麗なね、写真を撮ることができます。これは複数のね、写真を合成することで、1個のね、めちゃめちゃピクセル密度の高いね、写真にね、合成する処理を行うんですけど、これが撮れますと。で、さらにこの手持ち撮影をね、オンにしてあげると、手持ちハイレゾというですね、ハイレゾをこう手持ちでも撮れるっていうことになります。手持ちでもね、Lumix のカメラは、もうめちゃめちゃ手ぶれ補正が効くので、ハイレゾが撮れちゃうんですね。で、さらにね、このシャッターディレイというのがあって、これはシャッターを押してから、何秒後かに、シャッターを切ると、実際のシャッターを切るということを決めれます。なので、2とかにしておくとですね、この2秒後に、
はい。で、これで合成して9600万画素の写真が出てくるわけですよ。最近ですね、僕、印刷にハマってましてね、こういったハッセルブラッドでね、1億画素で撮ったデータとかね、あるんですけれども、もう9600万あれば、もう絶対これぐらい引き伸ばすの余裕ですから、はい。なかなかね、印刷すること多くないと思うけれども、こういったこともできると、せっかくなんでね、ご紹介できればなと思っておりました。はい。では続いてはですね、ハイブリッドズームです。これね、もうルミックスのマジの神機能なんですけど、これはね、ぜひ覚えておいてください。これはね、写真モード、動画モード、両方で使えますが、例えば写真でね、やる場合、写真1に入ってます。で、このハイブリッドズームですね。これをオンにすると、えぐいです。はい。これいろいろ設定でね、いじれるんですが、ちょっと一旦ね、オンにしていくとどうなるかっていうのを見てみましょう。今ですね、20mm、60mm のレンズがついています。基本的には 60mm までしかズームができませんよね。ただ、これちょっと見てください。はい、じゃん。なんと 187mm までズームをね、することができるようになります。やばくないこれ写真も動画も両方使えます。これどういうことかっていうと、いわゆるね、こういったレンズのズームっていうのは光学式。要はこう、しっかりとね、ガラス玉を通してこう、物理的にね、光学的にズームをしているっていうのと、あとはね、電子のズーム、いわゆるその画質のね、電子処理を行ってズームをするっていうね、そこをね、組み合わせてハイブリッドなズームをするっていうのが、ルミックスの神機能なんですよ。他のメーカーだと、その 1.5 倍とかだけしか基本的にできないんですけど、ルミックスのね、これのハイブリッドズームのいいところは、ズームレンズの挙動に合わせて最適なズームをしていくといったところになります。で、これね、ちょっと設定を間違えるとね、結構残念なことになっちゃうんで気をつけていただきたいんですけど、まずね、この加減画像サイズですね。要はこれ一番ね、マックスまでいくと XS っていうね、一番小さな、要は画素数が少ないね、状態。要はどこまで拡大するかっていう許容範囲を決めるんですね。これが、XS とか S とか M とかいろいろあって、これが上に行けば行くほど画質を保った状態にするんですよ。その分、ズーム範囲は広くはないけど、狭くはなるけど、でも画質を担保してるっていうところになります。で、これがね、やっぱり XS とかだともうちょっとね、ノイズっていうか、もう画素数が残ってないのが結構分かっちゃうんですよね。なので僕はやっぱ M か S まで、できれば M ぐらいにしておくのがいいかなと思います。これでもね、84までね、いけますから、だいぶとね、使い勝手は良くなります。動画のね、モードも同じで、こちらもね、設定はあるんですけれども、基本的に動画のね、撮影設定にね、基づきます。なので、今は解像度が 4K になっているので、4K を保ったままのハイブリッドズームになるんですね。なので、今この状態だったら、93mm まで伸びますと、はい、これ 60mm までのレンズですけど、93mm までいけて、なおかつ 4K をキープしたままになります。逆にね、これがフル HD であったとしたら、これがね、より解像度が増えて 187mm までいけるといった形になるので、その画素数とか解像度をどこまで残すかっていうのは非常にね、大事になってくるので、ここは注意点となります。でね、一つめちゃめちゃね、さらに注意してもらいたいのが、これ、広角端のクロップズーム。これね、写真も動画も両方なんですけれども、これをね、オフにしてください。の方が絶対いいと思います。これどういうことかというと、こういった要はこのズームをするときにどこから電子処理をかけるかという話になります。要は広角側24から35とかってそのズームを電子でしなくても十分このズームレンズで対応できるじゃないですか。なので広角側は電子処理をさせない方が絶対綺麗なんですよね。なのでここはもうしないっていう風に設定してあげた方がいいかなと思います。でそこから望遠側にね行くときに処理をかけてよりね望遠の効果を効かせるといった設定にしてあげる方が絶対にねここ綺麗に保てますので、ちょっとここね1個注意点かなと思ってます。でこのハイブリッドズームがね毎回必要ないっていう時もあるんですけど、そういった時は僕はねカスタムに割り当てています。僕はねここのねカスタムボタンに割り当ててるのでわかるかな。今これオンオフでちょっとねここの表記が変わってるんですが、こんな感じでやってオンにしてでもオフにすると元に戻ってくるみたいな形ですね。でね、ルミックスのねカメラのめちゃめちゃいいこと紹介していいですか。これね知らんかった人マジ涙が出るぐらい嬉しいんですけど、ルミックスのカメラってカスタム登録を逆からできるんですよ。これどういうことかというと、こういったねレンズとかボディにさカスタムボタンってたくさん散りばめられてますよね。でこれをね設定するってなると、他のねカメラだったらそのカスタム登録をねメニューからいちいち深くいってそれをね設定してやらないといけないんですけど、ルミックスのカメラってこれ長押ししておくとこれね出てくるんですよ、こうやって。でこれで何割り当てはめますかみたいなのを決めることができます。でここからハイブリッドズームやってあげればこれで押したらできるようになるんですね。他にもねここのね前面のところを長押ししてあげると今してます。はい、出てきます。でこれでそれぞれね割り当ててあげると、はい、こんな感じとかやってあげると、これを押すだけでこんな感じで出てくると。でそれを変更させることができるみたいな形になるんで、結構やばいじゃないですか。なのでカスタム登録ね
割り当てたいところに長押しすればできますので、ぜひやってください。ただこれね、純正レンズじゃないと多分このファンクションはいけないはずだと思います。はい、では続いてはですね、AF、オートフォーカス設定もやっていきましょう。今ですね、S5-2X でやってて、この認識 F とかがいろいろ設定できるようになってますよね。で、このいちいちね、メニューから行くのいいんですが、この S5-2 とか S1-2 とかは、ここのね、はい、このちょっとグリッドのボタンがあって、これを押すと、ここからね、ダイレクトにできます。なので、こっちを活用してあげてください。でですね、ここの自動認識のオンオフで、要は被写体認識、自動認識がね、働きますので、人とか、あとはこの認識対象をね、押してあげると、動物、車、バイクとかね、できるように、選択できるようになります。で、V を人物か、瞳か顔かとかも選択することができるし、この S1M2 に関しては、ここのね、アーバンスポーツというものがあって、これ僕レビュー動画でもね、ご紹介していたブレイブダンスとか、あとはアスリート系のね、スポーツ、5個ぐらいかな、いろんなね、激しい動きをね、認識できるようになってます。なので、ルミックスのカメラってね、もう一番段差を取りやすかったりするような気がしてるんですけれども、これで激しい被写体を、追従してね、撮ることもできるようになったりします。S1-2 シリーズは、バイクとか自転車もできるし、列車とか飛行機とかね。で、この辺も、この機体なのか、機種、頭優先なのかとか、列車のね、このどの部分なのかとかもね、選べるようになってます。で、人物とか動物だったら僕はね、瞳にやってあげるようにしてます。瞳にね、やっぱ一番合うのが気持ちいいかなと思うので、こうやって設定をしております。はい、という感じで大体のルミックスカメラでの大枠のね、ところをご紹介していきました。こっからですね、もう絶対にやるべき設定をね、ご紹介しようと思います。これね、マジで見てください。まずはですね、写真撮影時の常時プレビューです。これはですね、設定のモニター表示の常時プレビューという項目になってるんですが、これがね、デフォルトだとオフになってるんですよ。これマジでね、気をつけてください。S1-2 シリーズはね、これもうオンになってるんですけど、S9、S5-2 とか、S5 とか GH とかね、この辺は全部常時プレビューがオフになってるので、これも絶対オンにしてください。これどういうことかというと、これオフになってる場合、例えばマニュアルでね、写真を撮るときって、こう、値を変えても変化しないんですよ、明るさが。わかるかな？例えばこれでね、シャッタースピードを上げて撮ったとしても、この実際にね、見ている写真と撮れてる画質のね、暗さが違うんですよ。こんな感じで明るくしてやっても、全然ですね、はい、違ってるんですね。これが常時プレビューという仕組みになってて、この常時プレビューをオンにしてあげないと、この自分がやってる設定に対しての明るさの変動がついてこなくなっちゃうんですよね。なのでこれはね、もう絶対オンにしてください。ちょっとね、これどっちかというとこれ結構ね、星を取る時とかの割とそのプロフェッショナル向けというか、ちょっとクロート向けの機能なんですよね。なのでこれがね、工場出荷時にオフになっちゃってるので、これはもう絶対オンにしてあげてください。はい、これね、困ってた方多いと思います。で、次が写真動画の独立設定です。これね、S1-2 シリーズにはもう入った機能になるんですけれども、これね、S9 とか S5-2 シリーズでもできます。これどういうことかというと、写真と動画って撮るときにカラーとか、要は設定って変えますよね。それをこう写真動画モードを変えるときによって引き継ぐとか引き継がないっていうのを決めることができるんですよ。よくある失敗事例として、動画撮影時にログで撮っておいて、写真撮影もログで撮っちゃったみたいなことありません？絶対あると思うんですけど、これをですね、全機種でしっかりと設定することができます。そもそもね、S1-2 シリーズはこの写真動画独立設定がもうあるので、これはもう全部独立にしてあげたら、そのね、設定項目を引き継がなくできます。なので、もうここはでも関係ない、ほぼほぼ。ただね、これは S9 とか S5-2 シリーズでもできます。もうそもそもね、これすごいね、そんなとこにあんのかって感じなんですけど、この画質設定のクリエイティブ動画の設定値ですね。はい、これになります。これが、デフォルトだと全部写真になってるんですけど、全部動画マークにしてあげてください。これちょっと分かりにくいんで、またディスプレイ出してあげるとこういった感じでできます。はい。この、下に注目、クリエイティブ動画モードで写真の設定とは別に設定できますということ。なので、つまりは、これ基本的に写真に基づいて引き継がれていくと。ただ、それじゃなくて、動画では自分の設定を保ちたいよっていう方が、ここのね、その項目を動画モードにしてあげたらいいんです。このクリエイティブ動画モードという時に、このね、設定を担保するといった形になるので、例えばね、じゃあこのクリエイティブ動画モードで Vlog にしていて、カスタムホワイトバランスにしておりますと。で、これを写真モードに切り替えたときに、はい、全然違うね。はい、Vlog じゃない、ちゃんとホワイトバランスもオートに戻ってるみたいな形で、写真は写真で、残しておくことができるというようなことができるので、写真と動画の設定の独立は全部ね、この S9 とかもできますので、ぜひね、やってない方、ミスしちゃってた方はね、これチェックしてもらえたらと思います。はい、ということで今紹介したのなかなか
ね、役に立ったんじゃないかなと思うんですけれども、ここからですね、動画撮影のね、おすすめ設定もね、皆さんにご紹介していきます。特に動画を撮影するときに、こういう風に設定しておくとね、より綺麗になるし、僕はね、こんな感じでやってるっていうのをご紹介したいと思います。まずはですね、動画の画質ですよね。はい。で、記録ファイル方式を見ていきましょう。これがですね、これがちょっとややこしいんですが、こんな感じであります。MP4 Lite、MP4 MOV。MP4 Lite は S1-2 シリーズには多分ないはずなんですが、逆に S5-2X だったり S1-2 シリーズにはですね、動画撮影時にこんな感じでプロレスというようなね、項目もあったりします。これはね、簡単に言うと下に行けば下に行くほど、高ビットレート、要は画質がよく撮りやすい、圧縮効率がすごく良くなるみたいな感じなんですけど、そんな感じで撮れます。で、MP4 Lite はめちゃめちゃね、もうファイルサイズがちっちゃいんですよ。なので、スマホとか、TikTok とかショートとかもう簡単にね、編集したい方は MP4 Lite がすごくおすすめです。ただこの場合は、ビットレートとか画質設定がもうこれだけに固定されるので、良くも悪くもめっちゃちっちゃいって感じですね。MP4 と MOV とかあるんですけれども、MP4 より MOV の方がこだわった、画質設計であったりとかビットレート選択ができるので、僕はね MOV でやってます。で、ルミックスのね画質設定ってめちゃめちゃ多いんですよね。これをねちょっとよりね簡単にやる方法があります。まず絞り込み検索ですね。ここのディスプレイメニューを押してあげると、自分が撮りたい、ね、画質設定で、絞り込むことができます。24フレーム 4K で OK を押すと、もうこの2つしか出ないって感じになるので、こんな感じでまずは探してあげると。で、これを気に入ったものを Q ボタンを押してマイメニューに登録することができるんですよね。これをねやってあげると、この動画画質の1個下のマイリストに入るようになりますので、ここによく使うものを並べてあげるとすぐにねアクセスすることができるようになります。で、僕のおすすめのね動画設定はこんな感じになります。S1-2 シリーズは 4K60 フレームの最もね、ビットレートが高いオールイントラが僕はすごく気に入ってて、画質のね容量は大きいんですけどめちゃめちゃ綺麗です。で、なおかつ S1-2 シリーズとかではプロレスで撮るのをおすすめしたいです。プロレスはねマジでもうびっくりするぐらい綺麗に撮れるので、これはねめちゃめちゃいいですよ。さらにそのプロレスの中でも 422HQ と 422 ってあるんですが、僕は422のねより小さめの方にしてます。これがね僕の一番好きなね画質設定ですね。で、 S5-2X の場合はオールイントラというね、より高画質なねものが S5-2 よりも撮れますので、422 10ビットのオールイントラ24フレームで撮るのが好きで、 S9 とか S5-2 であれば 4K422 10ビット24フレームのロング GOP というね、ちょっと軽量なものになっている、これが一番ね好きで、 S1-2 シリーズ以外は MOV でね僕は撮ってるといった形です。はい、というわけで続いて手ブレ補正ですよ。ルミックスのカメラって手ブレ補正めちゃめちゃいいっていう風に聞いたことある方多いかと思うんですけど、これしっかりとね、理解しておくとより良くなっていきます。まず手ブレ補正ってそもそも光学と電子っていうのがあって、要は光学っていうもう物理的にね防止するってやつと、電子のその処理をね行ってやる2つがあるんですが、この動作設定をオフにするともう何もね行いません。で、この一番上のものをすると光学のねカメラボディがやってくれるようなものなんで、もうこの時点でもめちゃめちゃ効きます。で、そこから電子補正をどういう風にやっていくかっていうのがルミックスのね結構肝になってくるんですね。で、この電子手ブレ補正をねオンにする中で今3つあります。で、 S5-2 シリーズとか S9 はクロップレスとか多分ないんですけれども、 S1-2 シリーズとかはこれがあるんですね。これねよくよくアップデートきそうですけどね、 S9 とかも。で、このクロップレスっていうのは四隅をね、広角側の四隅の歪みをですね、これクロップせず、要は拡大せずに補正できるという、めちゃめちゃわけわからんすごいいい機能なんです。結構広角側でねぐにゃぐにゃしてしまうんですけど、それをクロップをなしで補正できるといった形になります。これめっちゃいい。で、標準と強というのがあって、これ画角がね両方狭くなっていって、強に関しては 1.4 倍ぐらいいっちゃうんですけど、マジでブレなくなるんですよ。はい、なので、これは結構好みに標準か強化に分けて、大体標準にしておけば一旦 OK だと思います。で、足りない時に強にしてあげるというのがいいのかなと思います。で、さらにね手ブレ補正ブーストっていうのがあって、これはねもう完全に固定して撮る場合、パンとかせずにもうがっつり固定して、もう上望遠側のレンズで撮りたいみたいな時に、このブーストをオンにしてあげるとよりガチンって止まりますので、これらをね組み合わせて手ブレ補正を使ってあげるとめちゃめちゃビタ止まりの動画がねできますので、ぜひねこちら参考にしてみてください。僕この S1-2 のレビュー動画で出てた作例とかってほとんど手持ちなんですよ。ジンバルとかほぼ使ってない、 MV 以外使ってないんで、これらね全部ルミックスの手持ちでね撮影できていますので、この辺ね設定していただければいいかなと思います。で、その他サクッとね録音系のものですね。この録音レベルの表示をオンにすると、こんな感じで自分のね声とか今聞こえてる声がねこんな感じで見れるようになります。これがオフだとこれがね見えない状態になっているので、ちょっと音声もね聞
気を使って撮影したい方はこれをオンにしておくとねいいかなと思います。で録音レベル自体もですねこれ自分で音量を変えれたりすることができるので、こんな感じでねちょっとね低めにしたいとか高めにしたいとかも決めることができます。であと風音キャンセラーですね。これね風がね入ってくるとこうゴワゴワ言ったりするじゃないですか。あれを標準と強のね2パターンで、つけることができるので、ちょっと風が多いところとかはねこの辺をやってあげると、音声もねちょっとマシなね感じで撮ることができたりします。はいという感じでねもうだいぶとご紹介できたかなと思うんですけれども、最後にね、ちょっとこれも知っておくとねすごくいいよっていうところ、僕がね本当に実用的にね使ってるものをねいくつかご紹介して終わろうかなと思います。まずはですねオートホワイトバランスロックです。これ僕ルミックスのカメラで何気にねめちゃめちゃ気に入ってるポイントなんですけれども、これですね、オートホワイトバランスロック設定ですね。これ押している間という風にやってあげるとですね、これどういうことかというと、僕はねここにね割り当てているんですが、これオートホワイトバランスのね設定時ですね。このオートホワイトバランスの設定時にここのね割り当ててるこのダイヤルを押すとオートホワイトバランスロックという表記がされます。オフオンオフオン、はい出てますよね。これ何かっていうと、この押した時でロックをかけれるんですよ、ホワイトバランスに。なので押してる間は他のね光が入ったりとか、こうちょっと太陽が変わったりしても動かないんですよ、ホワイトバランスが。これがめちゃめちゃ良くないですか。写真とかって後からホワイトバランスローなんで編集できるんですけど、動画ってそうはいかないんですよ。で同じね動画の中でホワイトバランスがコロコロ変わると、色の編集とかで黄色くなっちゃったりホワイトになっちゃったりとか、結構もうごちゃごちゃになっちゃうんですよね。でそれで僕は絶対に動画撮影中はカスタムで撮るっていう、自分でケルビンを決めてやるんですけど、でもそれもさ難しいじゃないですか。どれが適切なホワイトバランスか分からへんし、そのケルビンだけじゃなくて色の傾きとかも補正するのが自分では結構苦手なんですよね。そういった中でホワイトバランスを一旦カメラに任せてあげて、そこでここだなって思ったいい色になった時にホワイトバランスのロックをかけるんですよ。そうするとこれを自分で解除するまではずっとそれで撮れるっていう、結構激ヤバ機能なんですよね。これ他のメーカー意外とないんですよ。僕はねホワイトバランス自分で撮るのがねあんま上手くないんで、これをね結構本当に乱用してます。めちゃめちゃ助かってる機能です。これ全部に入ってますね。はい。で続いてがですね、モニター表示の中の動画記録中の赤枠表示ですね。これをデフォルトでオフになってたらぜひオンにしてあげてください。これはね録画中にこの赤枠の表示が全体にされるよっていうようなものです。これがねオフになってると、この録画できてるかっていうのがいまいちわからないんですよ。これしか出ないんですよね。はい。なのでちょっとわからないじゃないですか。これで逆レックっていうね押せてると思ってて切ろうと思ったら動画始まっちゃうみたいなことが結構あったりするので、これ絶対にねオンにしてあげたい方がいいかなと思います。であとね地味にね役に立つところで言うと、この指導調整ダイヤルですね。カメラ買ってこの EVF ファインダーを覗いてみてもらうと分かると思うんですけど、ファインダーの中でこう見るとね、要はここのファインダーのねピントっていうのがあるんですよ。使う人によって視力が違うじゃないですか。で僕は右目と左目でね僕視力違うんで、このファインダーのねピントの位置っていうのがちょっと違うんですよね。なのでそれをここの指導調整ダイヤルというもので変更することができます。このダイヤルをねこう覗きながらグリグリやってみてください。これでね自分にね最適なねフォーカスのピントの位置がね出てくると思うんです。ここやな。これ貸し借りの時にもね役に立ったりするし、カバンの中でずれちゃってなんかぼやけてるんやけどみたいな感じでわからなかった人もね結構いると思うんで、これねぜひ覚えておいていただければなと思います。はい。で最後はですねここ、設定のねモニター表示の中のモニター輝度です。はい。これでね画面の輝度を変えれるんですね。でデフォルトオーとなってると思うんですけど、僕これプラ3でいいと思います。僕カメラが届いて一番最初にやることこれなんですけど、もう僕この液晶のねモニター解像度絶対一番マックスにしたいんですよ。結構やっぱねこう外でも暗くなっちゃうとこ多いし、なんかやっぱ中でもねこう明るい方がねちゃんと確認できるっていうのがあって、実はこの表示のね明るさ変えれますので、プラ3で一番明るくしてあげたらいいのかなというふうに思っております。はい。っていうのがね、ルミックスカメラのね、僕が絶対にね、覚えておいてほしいね、ポイントになります。で、結構項目あって、それぞれをね、結構変えたくなる時があると思うので、そういった時はですね、マイメニューのね、登録っていうのができます。一番左の4つ目の、マイメニュー設定で、ここにいろいろと登録をね、することができます。ちょっと僕、この機種ではやってないんですけど、この登録から自分がね、よく使うもの、例えばフォトスタイルよく変えるよなとかあれば、これを登録してあげたりとか、他にも、じゃあ、例えば手振り補正もよくやるよなとか、登録してあげたりとか、あとは EXテレコン、要は写真のクロップとかも変えるなっていう時は、やってあげると、こっからですねこのマイメニューのこの一番上に行くとこんな感じで、今
選別したものがね、すぐできるんですよね。ルミックスのカメラ、ちょっとメニュー構成はね、ちょっと分かりにくいカメラになるので、ちょっとこう自分がね、よく使うものはもうマイページにね、入れておくとすぐにね、できるんじゃないかなというふうに思いますので、このマイページもね、よかったら活用してもらえたらなと思っております。はい、ということでいかがだったでしょうか。かなりね、てんこ盛りな内容だったかと思うんですが、今回ですね、紹介したルミックスカラーパレットですね、もうこれはね、僕が本当に数年前からね、ずっと作りたかったもので、もうルミックスカメラ専用設計したんですよ。で、S1-2 シリーズとかね、今後アリログとかもね、今年中には対応していくと思うんですけど、そういったアリログにも対応したね、パワーグレードとかもあったりするし、もうプリセットなんかルミックスカラープロファイル専用のね、もので作ってますから、もう本当にこうルミックスのね、カメラに最適かつ、まあその良さをね、最大限に出せる。で、僕のルミックスをね、長年使ってきた経験をもとに作ったものになってますので、まあ、ぜひね、ルミックスのカメラを使っている方はね、こちらのルミックスのカラーパレットをぜひね、使ってもらいたいなと思ってます。これルミックスのカメラで、こうどうしてもね、編集のところとかだけじゃなくて、撮影のね、リアルタイムラットを使って、いろんなね、こう、おしゃれな色味で撮ったりするっていう、その撮影もね、サポートしたかったっていうのがあったりするので、本当にね、ちょっとこう、ルミックスのファンの皆さん、ぜひね、こちら手に取っていただければすごく嬉しいなというふうに思っております。はい。ということで、今回は最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。